よいしょ、金子でございます。ということで今日なんですけども、ものすごく大きなタコが水上がったよということでやってきております。大きなタコというと水ダコをイメージすると思うんですけど、今日はマダコ、しかも6キロクラスらしいんですよ。マダコで大きいのせいぜい3キロぐらいまでしか見たことないんですけど、6キロのマダコなんて本当にいるのかなっていうのね、半信半疑で来ております。クーラーボックスも持ってきてるんで、ここに締めて入れて持っていきましょうか。タコ大好きなんですよね。で今からの時期タコどんどん美味しくなってくるんで行きましょうか。金台さんでございます。金台さんおはようございます。あれだー、やべえのがおる。ちょっとちらっと見えたけどでっかっ、やばいねこれ。これはなかなかいないっすね。でなんていうか、ここまで大きいタコだとさ、もうちょっとブヨブヨっとしとったりさ、ちょっと皮がダバダバっとしとるタコが多いんだけど、このタコ質がいいんだ。なんか絞ってますね、めちゃくちゃいいタコだよ。多分茹で上がりとかもすげえ。めっちゃうまそう。これ地ダコですか？もちろん刀で俺がするんですよ。3キロぐらいまでが平均とかいう、まあそうだね、なんか聞いたことあるんですけど、まあだけど、たまにこういう突然変異にとんでもねえやつが。これオスですか？そうだよな、吸盤が揃ってないでオスだな。吸盤がこう揃ってるとメスで、もうちょっと不揃いだとオスなんですよね。こういうでっかいのがバーンみたいなやつが。こうジグザグについてたりね。うわー、楽しみですね。ちょっと金田さんこれ締めてもらっていいですかね？はい。うわー、でっかっ、うわーすげえでっかっ、やばいわこれ。手でやってください。うわー、色がさーっと。足がめちゃくちゃ太いわこのタコ。うわ、どうしようこれ。何して食べような。足一本でお腹いっぱいですよ。というわけでね、帰って用意していきたいと思います。それでは帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。では開けていきましょうか。お、まだ生きとるし。こちらです。よいしょ。こちらが6キロクラスのマダコです。ちょっといけすで生かしたのと締めたので少し目方は減りましたけど、まあでもすごいですよね。じゃあ見慣れているこのスタジオのまな板でも広げてみましょうか。ちなみにこの青いのはマダコの血液です。うーわ、すっごいえ、うおー、こんなっすよ。あ、これね、めちゃくちゃいいタコだわ。金谷さんも言ってましたけど、やべ、炭が。この大きいタコって、なんかこう、水っぽいタコが多いんですよね。ちょっと炭が出たんで、こっち移動しますね。タコ炭ってめっちゃ厄介なんですよ。服につくと、ほんと取れないんです。このマダコでも2種類いて、こうなんだろう、外海とかにいる潮とかに乗ってよく動くタコ。これなんていうのかな、渡りタコっていうんだっけな。じっとしとらんの。よくいろんなところを動き回るタコをそう言うんですよ。で、もう一つは地ダコって言って、湾内でじっと身を潜めてて、いろんな餌を食べるタコ。で、そういう地ダコの方が美味しいんですよ。これは渡りダコ系じゃなくて、地ダコ系ですね。足がめちゃくちゃ太い。これ6キロなんで、もっとね、こう幅がでかいかなと思ったんですよ。そしたら意外とこうギュッと、ずんぐりむっくりタイプですね。これは嬉しい。で、タコって、だいたい平均3キロぐらいにしかならないって聞いたことあるんですけど、まあ、たまにやっぱこういう規格外で5キロ、6キロのタコっていうのもいるんですね。人間だって体重100キロ超えるのは才能ってよく言うじゃないですか。だからその才能を持った遺伝子のタコがたくさん餌を食べて、なおかつ自然界で捕食されずに、で人間にも捕食されず、ここまで大きくなったと。そういうタコですよ。そしたらまず一回内臓を抜きます。うわ、最悪服についた。もうこれ取れませんね。これね、締めるときにすごい量の炭吐きましたね。ブッシューっといきました。カメラマンの松かそうくんにぶっかかってましたね。嬉しそうだったな。まずエラを外して内臓を取っていきます。で、今日はこれ一度冷凍します。2日ぐらい冷凍しましょうか。内臓だけ抜いて冷凍してからぬめりを落としていきたいと思います。こんなタコ炭が出るの初めて見た。やっぱりタコの魚体が大きいとやっぱ炭の量も多いですね。はい、頭がきれいになりました。そしたら戻して、これどうやって捕まえたんですかね。タコ壺に入ったんですかね。
網に入ったんでしょうか。よし、そしたらこちら冷凍していきます。じゃあ2日後に移動。はい、ではカッチカチに凍らせて今解凍しております。さあこれで繊維が柔らかくなりました。あんだけ暴れていたタコもこうなればこっちのもんですね。ほんでちょっと凍らしたらこうやってねほぐすんですよね。ほぐさないとこれいつまで経っても溶けません。冷たいね。さあそしたらもう少し完璧に溶かしていきましょう。はい、では完璧に溶けました。そしたらここにお塩と小麦粉を入れます。これでしっかり揉んでぬめりを落としていきます。よいしょ。せーの、よいしょ。ほら、ピッカピカになりました。一回冷凍したのでぬめりは落ちやすかったです。そしたら今日なんですけど、この巨大タコを使って作ってみたかった料理があるんですよ。それが酢だこ。これを作っていきます。僕ね好きなんですよ。酢だことか駄菓子にあるよっちゃんイカ、ああいうのが好きなんですよ。なので今日はこの巨大なタコの足1本を丸ごと酢だこにしたいと思います。じゃあまず湯がいていきます。沸騰したお湯にお塩、そしてこちらのよいしょタコ、これを入れていきます。足からちょんちょんちょんと。こんな大きいタコを丸ごと湯がくのは初めてですね。足からちょんちょんちょんと入れていき、ボチョンと。おお。そしたらこれを大体そうだな10分ぐらい茹でていきます。今ちょっと歯の治療中で滑舌があんまり良くないんですよね。あと1ヶ月ぐらいしたらこれ終わるんですけどね。それまで少し滑舌が悪いかもしれませんけどもご了承ください。なんかすごくいい匂いがする。うまみの濃いタコの匂いだ。これはね地ダコの匂い、外海のタコの匂いじゃないな。さあそしたら茹で上がりましたね。おもっ、ほら化け物だなこれ。いい匂い。では切り分けていきましょうか。まずは頭をカット。そしたら半分。そしたら足を1本ずつ取り分けていきます。でけえな、半端じゃねえわ。そしたらちょっと食べてみますか。この根元の部分とこの足先のところ、この根元と先ではまた味が違いますから、まず先の方から。うめえ。うわめちゃくちゃうまい。ちょっと根元少しレアっぽいな。もう少し足1本ずつにして茹でますね。さすがにでかいと火通りにくいですね。ここら辺までは火通ってますね。1本ずつにしてから茹でた方がこのサイズは茹でやすいね。これも茹でちゃいます。めっちゃうまい。うまみが濃い。貝をたくさん食べたタコって味がする。大アサリとかハマグリとかなんかねそういう貝の味がする気がする。たまらんね。はい、じゃあ追加で5分ほど茹でました。OK ですね。よし、じゃあ一旦これ揚げときます。そしたらつけ酢を作っていきます。まず米酢をたっぷり。そしたらここにお砂糖をたっぷり入れます。だいたいお酢の3分の1ぐらい。こう見て、砂糖が下に溜まってるなーって思うぐらい砂糖を入れます。そしたら混ぜます。多分混ざりきらないんで一回火にかけますわ。でここにお塩も入れます。今日はお塩はもじを。砂糖の量の5分の1ぐらいでいいと思います。でお砂糖とお塩が溶けるまで混ぜます。甘くて美味しい。完璧ですね。そしたらこの煮だれに色をつけていきます。酢だこといったら代表的なのがこれ赤ですよね。今日はこの赤色とちょっと変わり種で青色、そして
緑色、この3種類で着色していきます。まずは赤から作っていきますね。で、これ本当にちょこっとで色めっちゃつくんで、この耳かき1杯分ぐらい、こんなもんでいいです。そしたらお酢を入れます。ほら、もう真っ赤ですよね。これで混ぜていきます。赤いタレができました。どうだろう、もう気持ち入れてもいいかな。耳かき2杯分ぐらいかな。このぐらい入れてもいいかなと。いいですね。最高の色。そしたら、これ、タコ足。これを、ちゃんとつけます。そしたら昆布も刺しときます。そしたら、鷹の爪も入れときます。はい。これで、冷蔵庫で、2日寝かします。で、やっぱジップロックに移動しますね。うわ、もう、ちょこっと着色されてますね。これは成功の香りがしますね。はい、赤色完成。そしたら次は、青色なんてどうなんだろう。見た目すごいことになりそうですけどね。はい、青色完成。次は緑。はい、これ、緑ですね。そしたらもう少しタレが余ったので、黄色も作りますか。黄色は意外と美味しそうですよね。食欲を誘う色ですから。まあでも食紅自体には味はないので、味は一緒なんですけどね。黄色はちょっと多めに入れますか。よいしょ。うわー、なんかすげえオロナミン C みたいな色になってきた。はい、これ黄色ですね。黄色、緑、青、赤ですね。色とりどりの酢だこ。漬かり終わりました。そしたらこれを2日漬け込んでいきたいと思います。それじゃあ2日後に移動。はい、では4日経過しました。2日だと色が浅くてね。ではまず本命の赤から。うわ、すげえ。うわ、まさしく酢だこだ。うわ、いい匂い。これが正統派ですね。次、青いきましょう。食欲を阻害されると言われている色ですね。やば。これモンスターですやん。でも匂いはめちゃくちゃいい。不思議な気分。次、緑。緑はね、期待ですよ。エイリアンだ。これちょっとね、カメラ越しだと伝わらないんですけど、すっごいドス緑っていう色してます。次、黄色ですね。黄色うまく使ったかな。うら、黄色。黄色はなんか微妙ですね。そしたらこの色とりどりの酢だこ、切って食べていくんですけど、せっかくなんで付け合わせが欲しいなと。で、僕ね、畑を今やってまして、めっちゃプライベートで。で、畑に株が育ってるんで、その株で千枚漬けみたいなの作って、付け合わせで食べたいなと思います。付け合わせで。つが言いにくいんだよな。これが僕の畑ですね。ここはね、耕してあって、夏野菜用にしておきました。何を植えようかな。で、ここに、ブロッコリー。で、ちょっと米ぬかかかっちゃってますけど、キャベツ。で、今日使うのはこちらですね。カブ。これもね、種から育てました。種をバーって巻いて、間引きして、放置しておいたら、できましたね。虫食いも少なくて、いい感じに育ってますよ。1個抜いてみましょうか。おお、いいカブじゃないですか。もう1個ぐらいもらえますか。おお、すげえ立派。これちょっとちっちゃいな。まあ3つぐらいあればいいか。はい、じゃあこんだけ取れました。葉っぱのところ落としちゃいます。この葉っぱも美味しいんですよね。これ無農薬で育てたんで、葉っぱも後で食べたいと思います。これね、すごく美味しそう。
この家庭菜園のいいとこって、自分が料理でよく使う野菜を必要な分だけ育てられて、常に新鮮なものが手に入るのがいいですよね。いい株ですよ。もう取れたてですからね。美しい。ではまず株を剥いていきます。今日はピーラーで。鮮度がいいからみずみずしい。水分がほら、にじみ出ますもんね。こんないい株はスーパーじゃなかなか買えない。そしたらこちらをスライス。はい、すれました。でこちらにお塩、ピンクソルトですね。今日ははい、お塩を振ってで軽く揉みます。全体にお塩をまとわします。はい、これで5分から10分ばか置いときます。はい、その間につけ酢を作っていきます。まずボウルにお酢を大さじ3ぐらい。1、2、3。ちょっと量が多いので、4、こんなもんですね。で、そこに白だしも大さじ1。で、ここにお砂糖も大さじ2。で、お塩少々。で、溶かします。で、ちょっと加熱して溶かしました。そしたらそこに昆布ですね。で、ここに鷹の爪も少々。はい、これで合わせ酢の完成。はい、そしたらカブからもたくさん水分が出ました。これをしっかりと手で絞ります。ぎゅーっと。すっげー出てくる。ここでね、しっかりと絞るのがポイント。はい、OK ですね。こんなに出ました。200cc ぐらい出ましたね。ちっちゃいカブ3つから。そしたらカブをつけずに入れます。お、バッチリでしたね。絡ませて、これで冷蔵庫で1時間ほど寝かします。それじゃあ1時間後に移動。はい、では1時間経過しました。いい感じに浸かりましたね。ちょっと味見。うわ、うまっ。ちょうどいい。辛さといい、酢加減といい。じゃあこれは付け合わせで。そしたらこちらの色とりどりのタコ切って盛り付けていきたいと思います。まずは正統派な赤。うわ、結構締まってますね。あ、でもそんな中までぎっちり着色が入ってるって感じじゃないですね。3切れ切ったら盛り付け。次、黄色ですね。ちょっと緑もついちゃった。この根元の一番太いところ行きましょうか。3切れ。太いとことここのちょっと足のとこも食べたいので、ここもこういう風に。次、青。うわ、青が一番しっかりと使ってるな。うわ。次、緑にしても足太いな。なんか緑なんだけど、ほらここが黄色ですね。はい、切れました。そしたらここにカブの酢の物を添えたら、はい、これでマダコの酢の物の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。色とりどりの酢だこができました。もっと赤以外のやつは食欲をそそらない感じになるかなと思ったんですけど、意外と全部美味しそうですよ。赤はもうもちろんうまそうですよね。黄色は黄色でまたたくあんみたいな感じで美味しそうですよ。で、青は一番僕はないかなって思ってたんですけど、これはこれで清涼感があって不気味っていう感じじゃないですよね。この断面が全部青だったらちょっとグロテスクだなと思ったんですけど、枠がほんのり青いっていうのがまた新鮮ですよね。で、緑。なんか緑だけね、黄色が混じったんすよね。なんででしょうね。ってな感じで食べていきたいと思います。味はどれも一緒なので、青いきますか。では、青いタコスいただきます。あ、うまい。でも結構ね、中までしっかり酢が入ってますね。これね、僕酸っぱいの大好きなんですけど、そんな僕でもちょっと酸味があるなって思ったんで、これは酢から上げてちょっと冷蔵庫で落ち着かせた方が
いいかもしれないですね。結構酸っぱい。でも美味しい。じゃあ次この足のとこ行きましょうか。いただきます。あ、うまっ。こっちはね、ゴリンゴリン。よく締まってますよ。次、カブ。畑で採れたてのカブをつけました。いただきます。めちゃくちゃうまい。やっぱり自分で育てた野菜はうまいわ。でしかもあのカブ、種から植えましたけど、もうある程度大きくなったらもう水も何もあげてません。雨水だけ。完璧放置で、あそこまで育ちました。で、一回ね、モンシロチョウの青虫が大量発生してしまって、それだけもう気持ち悪いけど、ピンセットでピピピピ取りましたね。薬振っちゃえばよかったんですけど、もうやっぱりね、薬より手で取るのが一番早いと、いろんなサイトに書いてありました。虫を手で取ることを手で通るっていうんですって。農薬より手で通るが一番いいよと。またなんか育てよう。はい、というわけで今日はこちらの色とりどりの酢だこときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。ロングバージョンでいきたいと思います。酢だこは飲めます。うわー、冷てー。エクストラコールドって感じの冷たさです。冷蔵庫の奥の方に冷やしておきましたんで、これはうまいよ。はい、こちら7対3ですね。ぐるぐるぐる、いただきます。うめえ。やっぱりビールは冷えとったら冷えとっただけうまいね。ビールがうまい季節になってきましたね。今年もいっぱい飲むぞ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は巨大マダコを使って酢だこ作ってみましたけども、いや面白かったです。ほんであのタコうまかったな。身がとっても締まってて旨味が強いいいタコでしたね。いやでも海の中にはあんな大きなタコがいるんだよな。今からタコもすごく美味しくなりますので、また自分の船でタコ釣りに行きたいですね。たまには船釣り行きたいですね。僕自分の船最近出してないんで、売ったんじゃないかってすごい言われますけど、売ってません。はい、ありますので、船企画もまたやっていきたいと思いますので、ご期待。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。